4時になりましたので、スタートしてもよろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、皆さん、こんにちは。ロシアルカップと申します。署名、小池百合子都知事、神宮外苑1000本の樹木を切らないで、再開発計画は見直しをに関してプレスコンファレンスに参加してくださってありがとうございます。バイリンガルで行ってこのステートメントを日本語で述べた後、英語にも述べます。I will read this statement in English after the Japanese. 2月16日、要望の署名活動を開始し、2週間が経過した段階で署名が5万2000人を超えました。この大きな反響は、神宮外苑地区の再開発計画と、それに伴う約1000本の樹木伐採を市民が強く懸念している証拠です。今日は3つのテーマについて話します。一つは、今朝、東京都の都市づくり政策部、土地利用計画課を通じて、小池百合子都知事に提出した要望書のキーポイントを伝えます。2番目は、2022年の2月22日に行われた都議会の第1回定例議会における小池知事と上野都議官の米倉議員の質問に対する答えに関して私の見解を述べます。最後になぜ私はこの署名を立ち上げたのかについてコメントします。署名してくださった5万2000ものの人々の要望は2月9日の東京都都市計画審議会で承認された神宮外苑地区の再開発計画を小池百合子東京都知事が今の時点で最終承認しないことです。その上で都が市民に対する丁寧な説明、ヒアリングとディスカッションを行うことです。特にこの4つのことを強く要望します。1、この計画の本質である都民に対する公益性およびなぜこの計画が必要で経済的に成り立つのかの説明。2、予測される環境への影響とそれを減少する対策の提示。3、この計画に関する情報開示、市民の意見、懸念を集約し対応する民主的なプロセスの実施。4、日本イコモス国内委員会の提言を受け入れ、歴史的都市遺産及び既存樹木の保全に万全を期すること。以上を考慮した上で適切に計画案を再度検証、修正し、SDGs の新しい時代にかなうプロジェクトに見直していただきたいです。まず、1の公益性と経済性について。都は現在の野球場とラグビー場を老朽化していると決めつけていますが、本当にそうでしょうか。改修だけでは不十分でしょうか。少なくとも野球場とラグビー場の位置をスイッチして建設する意味はどこにあるのでしょうか。また、新設された強大な国立競技場がすぐ隣にあるにもかかわらず、本当にもう一つの大型施設が必要なのでしょうか。利用予測やそれに伴う十分な経済性の分析がされるべきです。この神宮外苑地区の再開発計画は、コロナのパンデミック以前に構想されたものであり、過去2年間の大きな社会活動の変化について何も検証、反映されていないことに疑問を抱きます。コロナ収束後の社会がすべて以前と同じように戻るということはないでしょう。
観点から計画の完全な見直しが必要です。再開発計画が野球やラグビーのファンを含めて、現在の公園施設利用者のニーズを考慮し、それに応えることを望みます。公営性の問題も存在します。公園中央のかなりのスペースが高価なプライベートクラブのテニスコートに割り当てられ、結果として公益性の高い軟式野球場やゴルフ練習場などの施設が廃止され、多くの樹木が失われます。今回の計画ではこのようなトレードオフについてきちんと公な議論がなされていません。また、公園施設の現在の利用状況や廃止される施設の代わりとなる施設があるかどうかについての情報も共有されていません。次に環境への影響です。この計画によって予想される環境への影響について具体的な説明が出されていません。高層ビルや強大な建築物を増やして、その上、樹木を減らせば、膨大な CO2 出量となることは明らかです。また、伐採される可能性のある1000本近くの木には、従来100年の大気も含まれています。この件について党は移植をして残すと言っていますが、百数十本もの大きな樹木をどこへどのように移植するのか説明がされていません。移植が樹木に与えるダメージが大きく、現実的には伐採と同じ結果を招きます。また、後から収益する前提で話を進めていますが、新しい木と貴重な成熟した樹木を数合わせだけで差し替えることはできません。証明者一同は言い逃れに過ぎない曖昧な説明に全く納得していません。次にパブリックガバナンスの問題です。この神宮外苑地区の再開発計画が十分な情報開示もなく、市民との意見交換や議論がされていないまま進められているようです。これがパブリックガバナンスの問題です。特に多くの樹木を伐採し、市民に愛されている歴史的遺産でもある公園に大きな変更を変えることな決定には市民の参加が必須です。この神宮外苑地区の再開発計画は、党が市民とどのように関わっていくか、都市計画の新しいモデルになれば良いと思います。市民に対して情報を開示し、公な議論を可能にするプロセスを行うことによって、東京都が Open Government、開かれた政府の模範になることは可能です。ぜひこの計画をそのための機会として使っていただきたいです。歴史的都市遺産及び既存樹木の保全に万全を期することという日本イコモス国内委員会の提言を真摯に受け入れ、計画の見直しを求めます。この要望の5万2000署名者は、先ほど申し上げたさまざまな事柄をオープンで公的な問題として扱われ、市民のニーズと要望が適切に反映されるよう、神宮外苑再開発プロジェクトの計画の一時停止と見直しを求めます。小池知事におかれましては、現時点で計画の最終承認をされず、ごめんなさい。もう一度言います。小池知事におかれましては、現時点で計画の最終承認をせず、一旦立ち止まって
連するさまざまな課題を解決することを求めます。次に2022年2月22日に行われた都議会の第1回定例議会における米倉議員の質問に対する小池知事と上野党議官の回答についてです。小池知事は SDGs の考え方にも沿ったまちづくりとおっしゃいましたけれども、約1000本もの樹木を伐採して高層ビルなど商業施設をたくさん作ることがどうして SDGs に沿っているのか、いくら考えても理解できません。日本イコモス国内委員会からの提言を承知しているというのなら、その大きな矛盾に気づくはずです。既存の樹木を極力保全、移植するとおっしゃいましたが、そのための具体的なプランは示されていないままでは納得できません。大きな樹木を本当に移植できるかが疑問です。きちんと検証してください。従来より緑の量を増加させてまいりますとおっしゃいましたが、計画書にある図では、芝生の面積と100年生きてきた樹木をイコールとするものであり、具体的な緑の質についての考えが欠けています。誰もがスポーツに親しめる環境とおっしゃいましたが、市民が公平に利用できるゴルフ練習場をなくして、軟式野球のスペースを潰して会費の高い会員制テニスクラブにしてしまうのは、決して誰もが親しめるとは言えないですね。続いて、小野党議官は、老朽化したスポーツ施設という言葉を使いましたが、建て替える必要が本当にあるかどうか、納得のいく分析は出されていません。少なくとも野球場とラグビー場をスイッチして建設する意味はどこにあるのでしょうか。そのために長い間、野球もラグビーもの試合を行うことができなくなりますね。また、公園を潰して高層ビルや強大な建築物を建て、そのために樹木を減らせば、膨大な排出量となることは当たり前です。4列のイチョウ並木を保全いたしますとおっしゃいましたが、計画書によると、新しく作る野球場はギリギリまでイチョウに接するので、大きく張ったイチョウの根を傷めるのではないかの懸念があります。この強大な野球場を作るために、4列のイチョウ並木とは、兄弟木として大切に育てられた18本のイチョウは伐採されます。樹木の状態など詳細な調査を行いとおっしゃいましたが、それは計画を最終承認する前に十分行うべきことではないかと思います。従来よりも緑の量を増加させるなど、緑を充実強化し、緑を保全するとおっしゃいましたが、ちゃんと調査もされずに伐採される樹木の多さに、まさにグリーンワッシングと感じる市民が多いんです。最後になぜ私がこの署名を立ち上げたかについて関心を持っている方がいるのではないかと思いますので、ここで背景を説明します。この計画は2022年2月9日に行われた東京都の都市計画審議会で承認されたことに関する新聞報道で初めて再開発計画の事実を知っていた都民も多いのではないかと思いますが、私はその一人でした。日本イコモス国内委員会の提言など懸念の声が上がったのに、再開発推進が前提の
住民不在の決定だったということを指して、これがパブリックガバナンスのあるべき姿ではないと思いました。去年、代々木公園のオリンピックパブリックビューイングライブサイトと、それに伴う過剰な樹木剪定を反対する署名を立ち上げたときに、大きく市民の反響を呼びました。その経験から多くの東京の市民は樹木を大切に思い、その命を守りたいのだということを知りました。なので、今回も約1000本が伐採されることに対して、私と同じように大きな疑問を感じる人が多いのではないか。やはり署名でその声を集めて伝えることが必要だと思ったのです。私はプロフェッショナルな活動家などではありません。普通の市民です。しかし、自分が住んでいる町に望ましくないことが起きているときには、声を上げるべきだと強く信じています。そうすることによって自分の社会的責任を果たせることと思います。お聞きくださりありがとうございます。以上、私のコメントです。このプレスコンファレンスをバイリンガルで行うつもりなので、これからさっき言ったことを英語で言います。世界の目は東京に集まっていますので、英語での情報発信も必要だと思います。英語で同じ内容を述べた後、日本語でも英語でも質問を受け付けします。そして日本語と英語両方でお答えします。My name is Rochelle Kopp. Thanks so much for attending this press conference about the petition, Yuriko Koike, Protect Jingu Gayen's Trees, Rethink the Development Plan. I launched this petition on February 16th, and in the 2 weeks since that time, over 52,000 people have signed it. This huge response shows that the public is very concerned about the redevelopment plan for the Jingu Gayen area and the associated felling of approximately 1,000 trees. Today I will talk about 3 topics. First, I will share with you the key points of the request letter that I submitted to Governor Yuriko Koike this morning through the Land Use Planning Division of the Urban Development Policy Department of the Tokyo Metropolitan Government. Secondly, I would like to share with you my views on Governor Koike's and the Tokyo Metropolitan Government's Chief Engineer Ueno's responses to Councilor Yonekura's questions at the first regular session of the Tokyo Metropolitan Assembly held on February 22nd. Lastly, I will comment on why I launched this petition. The over 52,000 people who signed the petition request that Governor Koike not give final approval to the redevelopment plan for the Jingu Gayen area, which was approved by the Tokyo Metropolitan Government's Urban Planning Council on February 9th. On top of that, we request that the Tokyo Metropolitan Government should conduct detailed explanatory meetings, listening sessions, and discussions with the public, something which it has not done so far. In particular, we strongly request the following. 1, an explanation of the essential elements of this plan, i.e. its public benefit to the citizens of Tokyo, and why it is necessary and economically viable. 2, an explanation of the expected impact on the environment and the measures that will be taken to reduce it. 3, disclosure of information about the plan and implementation of a democratic process to collect and respond to the opinions and concerns of citizens. 4, acceptance of the recommendations of ICOMOS Japan and the taking of all possible measures to preserve the historical urban heritage and existing trees. After taking the above into consideration, the proposed plan should be re-examined and revised appropriately, and the project should be recreated so that it is truly consistent with current needs and emphasis on SDGs. First, about the necessity from a public interest standpoint and economic viability of the plan. The Tokyo Metropolitan Government has labeled the current baseball stadium and rugby stadium quote-unquote obsolete. But are they really? Is it not enough to renovate them? And why is it necessary to switch the locations of the baseball and rugby stadiums?
And are new larger facilities truly needed when the newly built huge national stadium is literally right next door? There needs to be an analysis of the projected use and the associated economic viability of the planned new facility. It is also puzzling that this redevelopment plan for the Jingu Gayan area was conceived before the COVID-19 pandemic and does not appear to reflect any of the major changes in human activity that have occurred over the past 2 years. It is unlikely that society will return to the exact same way it was before the pandemic. The entire plan needs to be reevaluated from this standpoint. The opinions and requests of the current users of the park facilities, including baseball and rugby fans, need to be taken into consideration and responded to in the planned redevelopment. There's also an issue of fairness. A significant amount of space in the center of the park will be allocated to tennis courts for an expensive private club, resulting in the elimination of popular public facilities such as the softball field and golf driving range, and the loss of many trees. There has been no public proper discussion about such trade-offs that are inherent in the current plan. Also, no information has been shared about the current usage rates of the park facilities and whether there are any alternatives to the facilities that will be eliminated. Next, concerning the environmental impact. No concrete explanation has been provided about the expected environmental impact of this plan. It is obvious that adding high-rise buildings and huge structures to an area that is currently a peaceful park environment and reducing the number of trees will result in huge CO2 emissions. In addition, the nearly 1,000 trees that are likely to be cut down include large trees that are 100 years old. The Tokyo Metropolitan Government has said that it will transplant the trees, but it has not explained where and how it will transplant the more than 100 large trees. In reality, transplanting trees can be quite damaging to them, and in the end could end up being the same as if they were cut down. Similarly, the public is expected to be reassured by hearing that, quote-unquote, new trees will be planted, yet a small new tree in no way can be considered a one-to-one replacement for a large old tree. The signers of this petition are not at all convinced by the vague and evasive explanations. We call for a revision of the plan that ensures that the existing trees are preserved. Next, about the problematic public governance that is at issue here. This redevelopment plan for Jingu Gayan is moving forward without sufficient information disclosure and without exchange of opinions and discussions with the public. This is a matter of public governance. Public participation is essential, especially for decisions that involve cutting down many trees and making major changes to a park that is a beloved historical site. This redevelopment plan for the Jingu Gayan area could potentially be used to create a process that is a new model for how the government should interact with citizens in regard to urban planning projects. Tokyo could become a model of open government by disclosing information to the public and implementing a process that allows for open discussion. We urge you, Governor Koike, to use this project as an opportunity to change the way the Tokyo Metropolitan Government interacts with the public. We ask that you sincerely accept the recommendation of ICOMOS Japan to take all possible measures to preserve the historical urban heritage and existing trees, and we call for a review of the plan. The over 52,000 signatories of this petition request a pause and review on the Jingu Gayan redevelopment project so that the above matters can be treated openly as a public issue and the needs and desires of the citizens can be properly reflected. We request Governor Koike to not approve the current plan and instead act to resolve the above issues. Next, I would like to talk about Governor Koike's and Chief Metropolitan Engineer Ueno's responses to Councilor Yonekura's questions at the first regular session of the Tokyo Metropolitan Assembly held on February 22, 2022. Governor Koike said that the plan will be, quote, consistent with the SDGs, unquote. But no matter how much I think about it,
I cannot understand how cutting down about 1,000 trees and building high-rise buildings and other commercial facilities is in line with the SDGs. Governor Koike says that she is aware of the recommendations from ICOMOS Japan. If that is the case, then she must be aware of the huge contradiction. Governor Koike said, "We will preserve and transplant existing trees as much as possible," but without a concrete plan for doing so, I'm not convinced. I wonder if it is really possible to successfully transplant large trees. Please give us some proof of that. Governor Koike said, quote, "We will increase the amount of greenery compared to the past," unquote. But the diagram in the plans makes that calculation by saying that a square meter of grass equals a square meter of space occupied by a tree that has lived for 100 years, and says nothing about the quality of such quote-unquote greenery. Governor Koike talked about, quote, "an environment where everyone could enjoy sports," unquote. But eliminating the golf driving range, which is available to all citizens on a fair basis, and destroying the space for softball and turning it into a tennis club with high membership fees is hardly an environment where everyone can enjoy sports. Chief Engineer Ueno used the term aging sports facilities, but he did not provide a convincing analysis of whether these facilities really need to be rebuilt or not. What is the point of switching the locations of the baseball and rugby fields? The ongoing construction will prevent baseball and rugby games from being played for a long time. Also, if we lop off pieces of the park to build high-rise buildings and huge structures, and reduce the number of trees in doing so, it is obvious that the amount of CO2 emissions will be enormous. Chief Engineer Ueno said, "We will preserve the 4 rows of ginkgo trees." But according to the plan, the new baseball stadium will be built right up against the ginkgo trees, and there are concerns that the roots of the large trees may be damaged. Also, in order to build this huge baseball stadium, 18 ginkgo trees, which were carefully nurtured as siblings to the 4 rows of ginkgo trees, will be cut down. Chief Engineer Ueno said that a detailed survey of the trees would be conducted, but that is something that should be done well before the final approval of the plan. Chief Engineer Ueno said, "We will increase the amount of greenery and preserve the greenery." Many citizens feel that it's just greenwashing. Lastly, I thought some of you might be interested to know why I started this petition, so here is some background. I was one of the many people in Tokyo who first learned about the development plan in the newspaper reports after it was approved by the Tokyo Metropolitan Government's Urban Planning Council on February 9th this year. I felt that this was not the way public governments should be, given the fact that the decision was made without residents' consent. The whole process appears to be based on the premise that the redevelopment would of course go ahead as planned, despite the concerns raised by ICOMOS Japan. Last year, when I launched a petition to oppose the Olympic public viewing live site in Yoyogi Park and the excessive tree pruning that went along with it, there was a tremendous response from the public. From that experience, I learned that many Tokyo citizens care about trees and want to protect them. So I thought it would be useful to collect signatures and convey the voices of people who shared my doubts about the felling of about 1,000 trees. I'm not a professional activist. I'm just an ordinary citizen. But I strongly believe that when something undesirable is happening in the city where I live, I should speak up. I believe that by doing so, I can fulfill my social responsibility. Thank you for listening. This is the end of my formal comments. I will accept questions in English as well as in Japanese, and then I will answer in both English and Japanese. ここでコメントが以上ですので、質問を受け付けします。はい、お願いします。はい、幹事社の共同通信です。今日はありがとうございます。幹事社からちょっと質問なんですけれども、こちらの51,536人分の署名が2月15日から今日までの
人数でですか？実はこれを印刷するのは昨日で、現在のところは5万2000人以上です。要するに昨日これを印刷した時からまた署名が入ったということです。京都に提出されたっていうところでいうと何人分っていう？そうですね、はい、一応今日提出したのはこの数の分でした。はい。ちょっと印刷時間かかりましたので、今朝新たに印刷することできなかったので、昨日の数の時点で印刷しました。ありがとうございます。学者さんどうぞ。はい、そして英語でちょっと言います。So I had a question about the number of people signing the petition and how many signatures I submitted this morning to the city. And the number that's here was the number from yesterday, and that's when I had to print everything. As of today, the number of signers has continued to go up, and it's over 52,000 at this point. はい。すみません。はい。NHK の大垣と申します。今日はよろしくお願いします。事業者が、今回の再開発を行うカンパニー事業者がですね、新宿区に提出した資料では、892本を伐採する代わりに、979本を新たに植樹するという計画があるということなのですが、代わりのこの樹木の植樹では、環境の保全という観点では不十分だというふうにお考えなのでしょうか。ということと、すみません、まとめてもう一つ、事業者が、去年12月に、住民向けに説明会を行っているということなんですけれども、これは時期として遅かったというふうに考えていらっしゃる。説明がそれでも不十分だというふうにお考えでしょうか。よろしくお願いします。はい、そうですね。または新しく木を植えるということなんですけれども、それに関して複数のコメントをしたいと思います。まずはもう神宮外苑に行くと樹木の中には本当に非常に大きな100年以上生きていた非常に高いもうこの部屋の屋根以上に高い樹木はたくさんあります。新しく植える樹木はかなり小さいものになりますので代わりになることはないんですね。同じく大きくなるまでには何十年もかかるということがあります。ちょうど新国立競技場のそばには新しい木を植えたということもありましたけれども、先日見に行ってて、このぐらいの太さの小さい木でもう寂しいというか本当に立派な木になるまでには何十年もかかるということは明らかでしたので、神宮外苑も同じようになってしまえば非常に気の毒だと思います。そしてちょうど今日見つけた研究結果なんですけれども、成熟した古い木は新しい木よりはCO2 を吸収する力が随分高いという研究結果がありますので、もう CO2 の問題も要するに地球温暖化を気にするのであれば、成熟した古い木の方が随分と良いということも言えます。まずその部分についてちょっと英語でも言います。So I received a question about the plans of the developers to be planting new trees, and they're planning to plant over 800 of them. Isn't that enough? Was the question. And two things to say about that. If you go and look at some of those trees in Jingu Gayan, they're taller than the roof of this, or not the roof, the ceiling of this room, which is pretty high, a couple stories high here. They're huge trees, this huge around, and you can't really replace that with a little tiny new tree. When they built the new national stadium, they also planted new trees around. And I went to look at them the other day. They're skinny little sticks, and they look kind of sad. And it's going to be decades before they grow into anything that provides any kind of shade. So it's really
just planting a new tree doesn't really replace taking away a giant old tree. Second, I found some very interesting research results that were published in the British journal Nature a couple years ago, that actually large developed trees are more effective at taking CO2 out of the atmosphere than small new ones. And so if you're concerned about CO2 and taking that out of the atmosphere and global warming, et cetera, keeping old established trees makes a lot of sense. そして2番目の質問について話しますけれども、去年の12月の説明会はちょっと地元の方から聞くと大きく告知されてなくて、なんかすごく小さな告知だけであんまり広く知らされてなかったということもあります。そしてその時点で初めて伐採計画の規模が分かったので、もう本当に寝耳に水のようなことだったそうです。およびあんまり広く報道されてなかったので、それを知らなかった島民、私も含めて非常に多かったということですね。そしてその後は、コメント期間は2週間だけで、それが12月の後半でみんなが年末のことで忙しい時期なので、もうそういったようなコメントする余裕がないという状況だったので、なんか静かに誰も気づかないようになんか進めようとする印象です。So the second was a question about there was a public information meeting that was held in mid-December, and whether wasn't that enough in terms of public disclosure. According to people from the neighborhood who I spoke to, evidently it was not widely publicized, that meeting, only like a little postage stamp type small notice in an obscure publication. A lot of people in Tokyo had no idea that this was going on, myself included. And there was only a 2-week period for comment that was given that happened to coincide with the last 2 weeks of the year when people are kind of busy with other things. And so it definitely gives the impression that they were trying to check the box of doing it, but not really having anyone notice about it. So it really didn't seem sufficient. はい、ありがとうございます。他のご質問ありますか？はい、お願いします。読売新聞の佐藤と申します。ありがとうございます。ちょっと細かい点で恐縮なんですけれども、今回提出されたのは署名と要望書ということでよろしいですか？そうですね、はい。わかりました。はい、そして要望書はみんなに配ったものと同じものでした。はい。ありがとうございます。で、もう一点が署名を立ち上げた理由について先ほどお話しいただきましたけれども、例えばその近くに住んでいらっしゃって樹木にいつも癒されていたですとか、そういったもうちょっと細かいところを伺いたいんですけれども。そうですね。はい。私は近くじゃなくて日本橋なので少し離れてますけれども、よく散歩することが好きで、東京のいろんなところを散歩したりもしていますので、ハイキングとか樹木がとても好き、自然が好きっていうことは、私のずっと前からの、なんていうか興味というか緑が好きで、そして私は職業として経営コンサルタントなんですけれども、よくものを考えたり分析したりすることで、いろいろ調べると樹木は都市にとって非常に重要な役割を果たします。最近これも最近ちょっと見つけた研究結果なんですけれども、日本で行われた研究で都会の公園スペースと地方の森林のスペースと自殺率の関係が検証されました。要するに公園のスペースが多い、あるいは森林のスペースの多い地域は比較的自殺率が低いという研究も出ています。いろいろさまざまな意味でもちろん環境問題とか温室効果とかもあって、でも市民の気持ち的の面にもどれほど樹木があるのかが非常に大きいので、もういろいろ
考えると樹木の大切さを感じます。So the question was about just first specifically what I submitted this morning, and so I submitted the request letter as well as it was a big box, like big box of paper this big with the printouts of all the names of the signatures. And a little more question about my interest in this topic. Do I live in the neighborhood? And no, I don't. I live over in Nihonbashi, so I'm not right there. But I love to walk around Tokyo. That's one of the nice things to do in Tokyo, I think. And so I've always just been interested in Tokyo's neighborhoods and Tokyo's trees. And just from my, I guess you could say, curious personality as someone who's a consultant and likes to think about how things work, the more you look into it, the more important you realize how important that trees are to the urban environment. And of course, that's from an environmental standpoint. I also found some new research that has been done in Japan that shows exact correlation between the amount of green space in urban areas and the amount of woodland areas in non-urban areas with the suicide rate. So in other words, areas that had more parks and more woodland have fewer suicides. So that just demonstrates the impact that trees have on us as people. So there's the environmental issues and the people issues, and all these things I think are really important to think about. 最後に今回の再開発の事業主体は三井不動産とか4社いると思いますけれども、そこに対して何か働きかけっていうのは考えていらっしゃるんでしょうか。Okay, so そこに関してちょっと後半の方働きかけっていうのは考えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、はい、まずは今の時点でまず小池知事が承認しないということ、一時停止して見直しをすること。それが一番大事なところですので、それをまず強調したいと思いました。でももちろん事業者に対してもぜひ考え直していただきたいというのは強い要望ですね。そして署名の宛先にはその会社も入っていましたので、ですから署名した皆さんはそういったところ、その会社にも組織にも声を届けたいというのが確かにあります。はい。So last question was about the companies that are involved. There's other organizations that are involved in this development project, Mitsui Fudosan, the Tochu, etc. And so the question was about any words for them. And wanted to emphasize first that Governor Koike really needs to put this project on hold so it can be reevaluated. And I felt that was the first priority, so kind of chose to emphasize that first. But the other companies, of course, really need to be rethinking this. And they were included as addressees of the petition. So everyone who signed the petition also wants to be sending a message to them. はい、お願いします。ハーフポスト日本版の安田です。2点お願いします。今回約2週間の署名で約5万2000の署名が集まったということなんですけれども、コメントとか SNS の反応なんかもあったかと思うんですけど、これだけの数が集まったということで、どのような署名のした人の思いを感じたかということが一つと、もう一個は、今日提出したわけですけれども、今後の動きとして、この署名を続けていかれるのか、他にも、今回今知事に見直しを考えてほしいとおっしゃいましたけど、今後この見直しを求めるためにどのような他にも何か、行動を起こそうかとか考えていらっしゃる計画とかはありますかということを。そうですね、はい。そしてまず最初の質問ですけれども、確かに署名に署名するときにはコメントをかけるということですね、change.org 上。そういったコメントを見ると、およびSNS に出てくるコメントを見ると、この計画に対して多くの市民が本当に深い懸念を持っていることは明らかです。懸念というか反発と怒りというようなものもあって、かなり強い感情を持っている方が非常に多いということを観察できます。それが確かですね。本当に
もう一つよく出てくるコメントとしては、なんでここまでこの計画して我々が知らなかったかみたいな驚きの言葉もたくさん見られます。ですから、こんな2週間でこんなにたくさんの人の署名を集めたのは、やはりこのことに関して市民の関心が高い、そして反発が大きいということがあると思いますね。そして次のステップとしては、まずはちょっと小池知事にちょっとアクションを取ってほしいということは大事ですので、まず彼女の反応にすごく期待しております。ぜひこのプロジェクトがもう今市民の怒りの的になりますけれども、変わって東京都と市民がどう関わるべきなのかの良い模範になるようにぜひ書いていただきたいんですね。まずはちょっと小池知事の方にぜひ強く依頼したいと思います。Okay, so two questions. First, about, in only 2 weeks had over 50,000 people sign this petition, and what does this really show about how people feel about it? And, looking at all the comments that people put on the petition itself, as what I've seen on social media, a lot of people, first of all, were just completely blindsided by this plan, and were like, what? Wait, huh? Is this for real? Were a lot of comments, and a lot of people were just upset, astonished, unhappy, and so it was pretty clear that this plan has evoked some very, very strong feelings from a large number of people. And so I think that's why the petition has gotten this much support. The second question was, what am I planning to do next with this? And really, I feel like the ball is in Governor Koike's court. That, she really needs to take action. She's the one who can stop this. And right now, this project is the object of just a lot of negative emotions from the people of Tokyo. She can change this into a model for good governance. And that possibility is in her hands, so really counting on her to take action. 他には何かご質問がありますか？はい、お願いします。ごめんなさい、2回目でNHK です。今回樹木の保全を求めてらっしゃると思うんですけれども、ロシェルさんとしては、伐採をすべて中止してほしいと考えてらっしゃるか、それとも伐採するものを残すものをもう少し綿密にチェックしてほしいと考えてらっしゃるか、どちらになりますか？そうですね、はい、それが良い質問なんですけれども、何かの再開発を行うと、すべての木を保全することは難しいかもしれません。でも木をどちらを伐採するか伐採しないかというようなところを考える前は、まずこの再開発計画は今の形では妥当かどうかを考える必要があると思います。まずはラグビー場と野球場を本当に建て替える必要があるかどうか、もう修正だけで十分かもしれないんですね。そしてラグビーとのところと球場を場所を変えるスイッチすることですが、なぜそこまでするのか、そして規模も考える必要があって、規模として野球場を随分と大きくしたり、ラグビー場を随分と大きくしたり、それが本当に必要ですか？もう隣には新国立競技場があって、それも利用できないのか、もう本当にそういったニーズの分析が必要で、そしてもういろいろ多くの木が伐採される理由はテニスコートを置くことからですね。そういった場所にテニスコートを本当に置くのが適切なのか、そんなにたくさんのスペースをテニスコートに使用することはフェアなのか、もう
ゴルフの練習場とかバッティング練習場とかそういった施設をなくするのは本当に市民にとっていいことなのか、なんかそういったようなところをまず考えて、計画が適切かどうかを再検討して、そして適切な計画をして、そして樹木の伐採が本当に必要かどうか、全部をセットで考える必要があると思いますね。だからちょっと伐採する木を100本減らすとかっていうような、なんかなんていうかちょっとした対策でもう変えたとかっていうのはあまり良い解決策にならないと思います。一から計画のすべてを見直す必要があると思います。So the question was whether I think that all the trees should be, saved. And first I'll say that, obviously there's trade-offs involved in any kind of project like this. And so if you're going to do some redevelopment, it's probably not possible to save all the trees. But I think we need to go back a whole lot of steps before we're even talking about trees specifically and looking at, do we really need a new baseball stadium and rugby stadium? Do we need to switch where they are? Do we need them both to be so much huger than they are already? We've got the National Stadium right next door. Do we really need two other giant things next to it? Is it really okay to chop down a lot of trees and put tennis courts in their place, which is what the current plan has? Is it really okay for the people of Tokyo to not have a golf practice area and a batting practice area anymore? All those things need to be looked at, and the whole plan needs to be reevaluated from the ground up. And then once it's a reasonable plan that actually makes sense, then we can look at, well, how many trees are endangered by it and can that be adjusted? But if Governor Koike was going to come out and say, well, we're going to cut the number of trees that are chopped down by 100, like that just doesn't solve the whole problem. That would be just kind of a Band-Aid. And so I think it's not kind of a simplistic solution. It's really looking at the whole thing from start to finish. 毎日新聞の黒川と言います。署名はいつまで続けるつもりでしょうか。数の目標はありますでしょうか。数の目標がないんですけれども、一応この問題が解決されるまでにはちょっとチェンジャーゴーにアップしたままに置きます。ですからこれからまた証明が入るかもしれません。でも一応この時点でもう5万人以上が集めてすでにかなりの声が上がっているということを今日の時点で東京都に示すことはできたのは非常に良かったと思います。So the question was, do I have a specific number of signatures I'm aiming for? We're going to leave up the petition, and I'm going to keep it up on change.org until this matter is addressed appropriately, and so more people may choose to sign it. But I feel like the fact that by today we already had over 50,000 signatures, I was able to send a message to the Tokyo government today. 他の何かご質問があるでしょうか。ウェブの方で何か入ってますか？ないんですか？はい。もし他の質問がなければここで終了させていただきます。今日皆さんご清聴本当にありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。